こんにちは。今日はナンバーズコレクションナンバー24制作していきます。ナンバー24はですね、今回、ナンバーズコレクションとして作る3足のうちのナンバー22、23、24とあるうちのこの24ですね。今回ナンバーズコレクション3足は時間エイジングというところをテーマにしてて、この22と23っていうのは結構エイジングに主眼を置いてるんですが、24っていうのはちょっとその2足とはまた毛色が違っていて、これはエイジングではなくてそもそも古いデザインであるというのがポイントです。ヴィンテージっぽい雰囲気で作りますっていうのが24です。で、アッパー製作はもう終えています。ここにアッパーができていますので紹介します。そもそも古いデザインということでいろいろ考えたんですけど、今回こんな感じの外羽のフルグローブです。今回3足っていうのは、割とデザインは保守的というか、伝統的なデザインにのっとってますね。でこれも伝統的なデザインです。ただポイントがいくつかありまして、まず、ディティール的には飾りの穴がすごく大きいです。そしてギザですね、ギンピングと言いますけど、このギザギザカット、これも大きいです。このメダリオンもちょっと変わってますね。昔のフルブログ、特にイギリス靴とかって結構こういう大胆なデザインのもありまして、そのイメージで作ってます。外ハトメは現代でも全然使いますが、割と昔の靴外ハトメがついてるパターンが多いような気はしてますっていうのと、非常に細かいステッチです。細い糸を使って細かく縫ってます。さらにデザインのラインも古いようなイメージで作っています。そしてこのトップラインですね、ここ折り込みです。僕がよく作る靴はパイピングといって、トップラインに薄い革を巻いてるか、もしくは薄い革を挟むビーディングっていう手法のどちらかなんですが、今回折り込みでやってますね。革の端っこを折り込んでます。端っこを薄くして折って、この部分がトップラインになっている感じです。革はこれバッファローのベビーカーフですね。ちょっとこの細かめの脂肪感、色合いっていうのが今回作る靴になんとなくフィットしそうだったので、この革を選んでます。こちらナンバー24のオールドスタイルブロック、そのままですね、古いスタイルのフローニングシューズです。そして今回はこれを釣り込んでいきます。木型もこのナンバーズコレクション用に作ってますね。こちらはワイドラストの25センチですね。で、木型の形状、このフィッティングとしてはほぼ同じなんですが、つま先の形状を少し変えて、ソフトスクエアにしてあります。さて、じゃあこれに中底をつけてありますので、釣り込みやっていきます。かかとの芯に糊を塗ります。かかとの釣り込みが終わって先芯まで釣り込みました。先芯の形を作っていきます。
これで先芯ができました。これスクエアトーなんですけど、丸みのあるスクエアですね。でナンバー22も先芯作った時丸みのある、ね、スクエアだったんですけど、それとも実はまた形状が違います。微妙な形状の違いなんですけど、どっちかというとナンバー22の方はもうちょっとボリューム感のある感じ、こっちはもうちょっとシャープに近い感じですかね。でイメージとしては22の方がなんていうかな、こう塊感があって、こっちの方がより流線形に近いようなイメージです。この辺靴完成して展示してる、横に並べてね展示するので、そういうつま先の微妙な形状の違いなんかをね比べてみるのも面白いかと思います。それではつま先釣り込んでいきます。今釣り込み終わってこんな状態です。かかとの下がり止めを取っておきます。こんな感じでもうかなりオールドスタイル、まさにオールドスタイルな靴になってきてますね。このつま先形状ダサかっこいいというかね、ヴィンテージ靴らしいスタイリッシュではないけどこうやぼったすぎもないみたいな絶妙ななんか土臭い感じ、結構好きですね。そしてスキニーやっていきますね。今こんな感じで釣り込んだ釘はタッカーに交換してあります。で革の色は明るくて汚れやすいんでカバーをかけて作ります。このカバー靴作り用のカバーですね。この靴製作用のカバーです。伸びます。半透明です。これを靴に履かせるような感じでこうやって履かせます。
くり縫いやっていきます。さっきの靴カバーですね、この半透明の靴カバーはアッパーやライニングと同時に一緒に縫っていきます。靴完成するまでこの状態ですね。最後どうするのって話なんですけど、カバーは残らないようにきれいに取り去るんで、全く、完成後には影響なしです。つま先縫う時にはこの麻紐ですね、これをすくい縫いの糸に絡めます。絡めるというか、締める時にその糸の縫い目に挟むっていう感じですね。ちなみに一般的にイメージされるヴィンテージシューズって結構多分既製靴のことの割合が多いんじゃないかなと思いますね。既製靴、つまりマシンメイドですね。100年以上前からグッドイヤーウェルテッド製法というのは確か確立されていて、もうその頃のねマシンメイドの靴も十分ヴィンテージシューズというか、もはやアンティークと呼べるものもあるんですけど、今これちょっと古いスタイルで作ってますが、一般的なイメージされるヴィンテージシューズってマシンメイドの場合が多いんで、作り方としては厳密に言うと違いますね。もちろん昔ねこういうふうに手製で作ってた靴もたくさんあるし、手製の割合って今より高かったと思うんですけど、なのでマシンメイドでできた靴ってやっぱりねハンドメイドの靴とは良くも悪くも仕上がりがやっぱ違うんですよね。そのヴィンテージシューズっぽさっていうのが手製じゃなくてマシンメイドだからこそ生まれるものだったりも、するところもあるので、これ今製法自体はマシンメイドに近づけるようなことは特にやってなくて、普段のビスポークと同じような作り方で、アッパーのデザインとか、底回りで細部微妙に違いを出して、アッパーだけじゃなくてオールドスタイル感をね表現していこうと思うんですけど、それでもやっぱりそう一般的にイメージするヴィンテージシューズの雰囲気とは違うものにはなると思います。今回は古い靴を完全復刻しようとしているわけではなく、僕の中の印象で古いようなイメージで作っていくということなので、完成した靴っていうのはおそらくどこか古めかしいけどヴィンテージシューズではないよなみたいな不思議な感覚、靴にすごく詳しい人が見たらなんだその靴はみたいな、そんな感じのものになりそうな気がします。水をつけます。そしたらベルトが、縫った後ね多少波打つんで平らにします。もちろんねこれ平らになるように縫ってるんで、
平らなんですけど、やっぱり糸の締めてるところと、なんだこの縫い目と縫い目じゃないところ、縫い穴が開いてるところと開いてないところ多少ね差が出るんで、それをこう潰してまっすぐにするという感じですね。そして叩きます。はい、これで、ナンバー24オールドスタイルブローですね。すくい縫い終わりました。やっぱりねこのカバー僕あんまり好きじゃないんですけど、透明だから見えるは見えるんですけど、なんとなくこうね反射とかちょっと色も白っぽくなって見づらくなるんで、色が薄くない時はカバーつけないんですけど、今回はねちょっと色が薄くて汚れやすいんでカバーつけてやってます。なのでこう映像になるとなんかこう反射でよくわかんないですよね。完成したら撮っていきますので、それまでのお楽しみということで引き続きやっていきます。